IF どうも IF です。ということで、ピエロ1位取れたということで、各マップごとのね人格だったり版などをね紹介していきたいと思います。はい、まずはね人格紹介からやっていきますと、その前に勝率の見ていくんですけれども、回数132の勝利数92、勝率 78%、 自分的には上出来かなとは思います。はい、まあでもね試合数と勝利数にね対して勝率が低いかなと思う方もいると思うんですけれども、はい、そうなんですよ。ピエロってね勝ちか負けがほとんどで引き分けが全然ないんだよね、本当に。だからこの勝率に落ち着いたって感じで、はい、まあこんな感じで人格紹介をやっていきたいと思います。人格なんですけれども、軍事工場、赤の教会、精神病院、レオの思い出、永民町、この5つのマップは、はい、左上凶暴3ぶりのね形でやっております。はい、あと階級壁、怒り、封鎖、感性を入れてやっていますね。で、凶暴はね好みかもしれないんだけども、俺はね通常攻撃からのダッシュでダブルダウンを取る形が好きなのでね、凶暴3ぶりはねめちゃくちゃおすすめしてます。で、粘着キャラバッツマン、野人、オフェンスなどがいる場合はこの怒りを翻弄に振るって感じで粘着対処をしてますね。で、基本的にね特質は絶対鬼没です。はい、どのマップもどんな相手の編成だろうと俺は鬼没で言ってます。はい、で次、固形村、月の川公園、そして中華街、この時の人格ははい左右です。で左右プラスの凶暴、さっきと同じ凶暴3ぶりのって感じで、これもねほんとさっき同様粘着キャラがいる場合は怒りから翻弄に振るって感じでね対処してます。はい、で全マップはい鬼没ですね。中華街、永民町、月の川公園も鬼没でやっています。でねピエロ使う上でね、凶暴とかは正直好み。凶暴が別に好きじゃないし、私は剣道恐怖を取りたいんだって人は全然コントロールでもいいと思います。はい、で私は指名手配が好きだって方は指名手配全然入れてもいいと思います。はい、指名手配で凶暴1振りとか全然いい。なんなら凶暴いらないよって人は指名手配1の崩壊とかでも全然いいと思います。はい、ただ個人的には俺が1位取った時はずっとこの形でやっていたよって感じだね。こっちも同様ね、指名手配なり崩壊なり入れてもいいんだけどって感じですね。はい、でね下引き止めるをね使う使わない問題に関しては俺は絶対いらないと思う。引き止める入れるのはめちゃくちゃ難しい。でピエロを使うにとって一番大切な人格って思っているのが俺はこれだね、階級壁。ピエロってダブルダウンめちゃくちゃ取るんだけど階級壁がめちゃくちゃ強い。なのでねこの人格は必須です。トンネル対象者が12秒間見えるんだよね。めちゃくちゃ強いんだよこれが。これがあればねダブルダウンも全然狙える。てかめちゃくちゃ狙いやすくなるんでね、この人格は必須です。で版について説明していくんですけれども、自分は軍需工場の時だけ占い義士版で、それ以外のマップは全部占い祭祀版でやってます。最後にね、ゆっくり試合を見ていきたいと思います。はい、赤の教会なので人格は、はい、左上の凶暴3ぶりで、粘着キャラカウボーイとかがいるんですけれども、俺はね基本的に野人、オフェンス、バッツマン以外は翻弄は積まないようにしてるね。別に翻弄積んでもいいんだけど使うもほんと好み。でも俺はね積まないなーって感じ。怒りも翻弄もね、翻弄は強い。翻弄は強いからね全然翻弄でもいい。ここはほんと好み。自分は翻弄が好きだって方は翻弄で、私は怒りが好きだって方は怒りで、もうどっちでもいいです。で傭兵に一撃与えてから竹チェンするっていうこの王道の流れで、はい、一番変なところでダッシュしちゃったせいでこういう絶対無理なポジションに行かれちゃうんで、はい、絶対やめましょう。ゆっくりね歩いていっていいんで、こういうことはしないようにしましょう。で小屋にいる曲芸を追いに来たんですけれども、プラホを警戒してるねここは。でここはもうシンプルにこのカボチャがミス。もうすぐハロウィン近いからってこのカボチャはいらない、撤去してくれということでね変なミスをしちゃったんですけれども、ハロウィンだからねしょうがないか。カボチャぐらい許してやろう。ピエロもなんかカボチャみたいなもんだしな、色も顔も。ということでねここは鬼没使うかな。でね鬼没使ったらもう骨董がいる。骨董本当に無理。骨董はね正直番候補でもある。教会だからね占い祭祀版してるんだけど、
もう本当に無理。骨董が強すぎる。骨董ファーチ追うとかもうきつすぎてね、俺絶対追いたくないもん。でここはねそのまま弧を描いて入ってって骨董をダウン取っていくと、この動き、これが大切です。で骨董ダウン取って、いやーでもね、工場はね工場だけ義手版してるって言ったんだけど、義手は本当にピエロに強い。義手は俺もめちゃくちゃ苦手だね。でこの状態ね、なんとね解読してる人0人なんですよ。傭兵と曲芸が立て直ししてる。でカウボーイが救助に来てる。これでね解読してる人0人。この状態がねピエロのダウン放置の強みなんだよね。でドリルのせいでね2倍だし、ね、回復時間でここ凶暴を振った成果が出ます。通常攻撃からのダッシュでフラホを避けてダウンと。オッケー、これでね、で階級壁見えるんですよ。こういう赤いシルエットが12秒間、ほら見える。でこれでねダブルダウンにちょっと時間取られたとしてもね見えるんでね、すぐ狙いに行けると。でここ4問見合ったんだけど負けちゃうと。ホットショーはほんとショーが強い。ブンブン振り回して、もうハンターがどっちか分かんなくなるっていう、もうこのねお決まりの話はやめといて、はいショーを避けてダウンと。骨董はショーを避けれればね全然立ち回れるんだけど、存在感マックスじゃないとショーを避けるの難しいんだよね。足遅いと全然避けらんないから、うまい骨董ショーだと足遅いと絶対避けらんないから、存在感マックスになってから追うのが一番いいかなって感じで、足跡見えたんで、ここもね翼とドリルを巻いて凶暴の力を生かして通常攻撃からのダッシュでダブルダウンを取っていく。はい、これがピエロの凶暴3分の力で、階級壁のおかげでシルエットがずっと見えてる。これ階級壁めちゃくちゃ強いね。でサバイバーにもね今階級壁がついてますっていうねその通知がいくんで、隠密されるっていうことはないでしょ。でカウボーイがいるのを確認したんで、ここはねラッキーだね。粘着来るならそれ相応のね対価を払ってもらわないとってことで、ここはカウボーイをダウン取っていく。でこれねピエロと言ったら全体負荷、今3人負傷です。めちゃくちゃいいね。こういう盤面作れたらピエロは超強い。でドリル入ってるからみんな起きるのが遅い。そしてカウボーイはなんと起死回を吐いている。最高だね。でこの状態ね曲芸がね解読できないんですよ。傭兵を起こさなきゃいけない。そして救助にも行かなきゃいけない。もうやること大変。解読に救助に治療にもうやることいっぱいな曲芸師が大変なんでね、ここは綺麗に救助狩りしたいなと思いつつ、見えたんです今奥に曲芸がいたなって感じで。でも翼がないから救助狩り難しいって思ったんだけれども、はい、ここ推進機を巻いちゃえば救助狩りがいけるんじゃないかということで、ここは救助狩りをしていく。この救助狩り嬉しい。マジでどれぐらい嬉しいかっていうと、その納豆についてるフィルムにそのフィルムを外した時に納豆が一粒もついてないぐらい嬉しい。